レイン先生の熱血授業編。逃げさしまくり大学ボートレース学部の教授レイン・パターソンだ。出血当たるぞオリバーくん。おっす。 B3 次所属普段は教授、今日は学生のオリバー・エヴァンスです。おっす。おす。そんなキャラだっけオリバーくん。まあいつもほら熱血指導してくれてるっていうのに、なんか熱血学生やってなかったなと思ったので、今日は感化されたのか。感化されてしまいました。そっかじゃあ調子に乗るなよ。嘘です。ほんと感化されたから、いつもね、やっぱ熱血指導楽しかったから、今日はこんな感じで行こうかな。そうだよな。20歳の教授の姿にも慣れてきたよな。慣れてきた素晴らしい教授っぷりですよ。よかった。じゃあ張り切っていくぞ。はーい。予言目はレースの展開予想だ。これまでのシーズンでも予想してきたけど、オリバーくんはどこを注目して予想してた？やっぱり内側が有利だと思っているので、1、2、3とやっぱ選手のA1、A2 のランクの高い選手が内側にいたら、やっぱりそこを狙い目だなと僕は思ってますね。1号艇が勝つ確率は 50% 以上と言われてるからな。今回は予想のために基礎を教えるぞ。お願いいたします。まず予想の前にボートレースの決まり手についてだ。番組名にもなっている逃げ、差し、まくりが基本だ。逃げはインコースの船が第1コーナーを最初にターンし、そのまま振り切る戦法。インコースが有利な理由ですよね。内側に近い方がいいっていう。そうこれだな。よし、全員スタート位置についたな。1号艇の選手に注目だ。はい。1号艇は白い選手ですね。一番内側にいるぞ。はい。さあ、綺麗なスタートだ。カードが切られました。4号艇の選手が伸びているもが、のすごいスピードですね。なるほど。今しかも綺麗に引き波に巻き込みましたね。そうなんだよな。あんなに快調だったのに4号艇の選手が3番目になってしまいましたね。そうなんだよ。これが逃げだ。これがやはり1号艇の逃げが有利たるゆえんなんですね。そうなんだ。じゃあ次が差しだ。先にターンしていった船の内側を鋭く突き抜ける戦法だ。テクニックを必要とし、内側の船が作った波を越えるパワーが強ければ強いほど勝利に近づくぞ。コーナーをうまく曲がるテクニックと、内側の船が作った波を越えるパワーが重要なんですね。そうなんだ。だからモーターの性能も影響するんだ。差しの映像がこちらだな。実際に見てみようか。はい。スタート位置について、さあ、スタートしたな。スタートしましたね。先にターンしていった船の内側を鋭く突くぞ。お、すごいコーナリング。そうなんだよ。今の状態だと、1号艇の選手が先に曲がっている、ターンしているんだが、2号艇の選手が鋭く刺してるんだな。鋭く刺しましたね、今のが。これが刺しなんですね。そうだ。じゃあ次はまくりだ。はい。2から6コースからスタートした船がスピードを落とさず、第1コーナーで内の船を外から抜いていき、その後も抜かれずにレースに勝つ戦法なんだ。若手やアウトコースの得意なレーサーがよく使うぞ。スタートの伸びを生かした戦法なんですね。でもこれって、あれですよね、外から勝つって相当大変なイメージがありますね。そうだな。かなりスタートも重要だし、スピードも落とさずに曲がっていくターンもかなり重要になってくるからな。なるほど。その代わりこれで勝ったら見栄えがすごくよろしいですね。そうなんだよ。楽しみだな。実際に映像があるから見てみよう。こちらだ。これで勝ったの見たら予想した人も気持ちいいでしょうね。そうなんだよな。意外とでもいかないからな。
僕も実際に多分まくりはこれが初めてかな、見るの。うんうん。スタートしたぞー。で4号艇が馬場選手らしいですね。そうなんだよ。お、お、すごーい。馬場選手がギュイーンっていったな。馬場選手すごいな。すごいよな、本当に。いやー、4号艇からのあのまくり方、さすがの馬場選手ですね。だってもうあんまりレースでまくりってそんなに見ないから本当にすごいと思うぞ。じゃあ最後に決まり手がまくり差しだ。まくり差し。3から6コースの発進した船が第1コーナーでいくつかの船をまくり、なおかつ先行しようとした船を刺し、その後も抜かれずにレースに勝つ戦法なんだ。文字通りさっきのまくりと差しのコンボ技ですね。そうなんだ。馬場選手や沢田選手が得意としているスピードと高度なハンドルワーク、判断力が必要とされる決まり手だぞ。実際にこのまくり差し見てみるか。はい、見てみましょう。今回は5号艇の選手に注目ですね。黄色い選手だな。はい。さあ皆さんのスタートダッシュが始まり、スタートだ。まずスタートをすごい好調に決めましたね。決めてるな。そう。そして外からのお、綺麗な、すごい。美しい。これは今まさに見事でしたね。ただ今のは1号艇と3号艇の選手がうおーってなってるところに5号艇の選手がキリッとした判断力でまくり出してたな、今のは。だいぶふわっとしてますけど。いやでもそれだけすごいよなって思えるよな。しかも今一瞬のとっさにあそこがなんでしょう、自分もカーブしようと思っていたんですけど、とっさになんでしょう、道が両サイドにそれたのを的確にその場で判断してそこに攻めたように見えたので、一瞬の判断力もないとこのまくり差しコンボは決まんないのかなと思いましたね。そうだな。もう一回見ましょう、せっかくなんで。こちら特に青い選手4号艇ですね。4号艇の選手も綺麗なカーブ決めてたんですけど、悔しかったでしょうね。そうだな。スタートだ。はい。外からのイン、このとっさの今いけるというとっさの判断、これ美しいんじゃないですか。そう、でも4号艇の選手が内側をターンしてるところを、5号艇の選手が外からまくって刺してるからな。刺してますね。本当にすごいぞこれは。いや今のすごいな、本当に。以上の決まり手と内側有利だってことを踏まえて展開予想するんだ。まず1号艇が勝つレースかどうか、その次に2号艇3号艇はどうか。強いなら内側の勝負になるし、ここに差しが強い選手がいると1号艇が危うい。2号艇3号艇が微妙だと4号艇あたりにまくられる可能性があるとかが考えられるぞ。いやー悩ましいですね。こう見ると結構考えることがあるからな。結局考えすぎちゃって裏目に出ちゃいそうですね。ボートレースの奥が深いところだな、本当に。各選手の特徴や前回話した周回展示も参考にしよう。外の選手の回り足がすごかったから外を主軸に考えようとか、頭の中で各選手がどんな動きをするか考えながら予想するといいぞ。例えば1号艇の回り足タイムがいまいちだから、こう第1コーナーがこうやって開くなーとか、そしたらなるほど。2号艇3号艇が差しが得意だから、こう内側を狙ってくるなーとか、なるほど。こんな感じで狙ってくるんじゃないかなとか、4号艇のまくりはどうかなとか、
こんな感じだな。くるーっとトップスピードといってまくってくるとかだな。なるほど、そういう軌道を書くのか。はあ、オッケー。とりあえず一回液体窒素を頭に注ぐから持ってきてもらっていい？どういうことだそれは。ちょっと脳が知恵熱が出ているかもしれない。おー、じゃあ普通にヒゲピタ貼ろうか。優しい。とても優しい。だからそれはボケ殺しなんよ。ボケてたんだな、先生。やめろそういうふうに言うのやめろまあ、これまでの授業で話した出走表の見方や展示を思い出しながら考えてみると多分分かりやすいと思うぞ。はい。外の選手が回り足タイムや引き波を超えられるモーター化などを注目したりとかな。なるほど。その他にもスタート展示でも話したスタートの位置取り予想には大事だ。レイン先生、近江ポイントクラブって何ですか？説明しよう。ボートレース琵琶湖で電話やインターネットで船券を買うとポイントがつくんだ。そのポイントを集めるとここでしかもらえない特典と交換できたり、なんとキャッシュバックもできちゃう。しかも入会費や年会費は無料。ボートレース初心者も上級者も近江ポイントクラブをチェックだ。待機行動といってピットを離れてからスタートするまでのことを言い、これにはコース取りも含まれるんだ。ボートレースでは1号艇から順番にスタートコースに入るというわけではないから、レーサーが自由にスタートコースを選択するんだ。なるほど。1号艇でも一番外から始めてもいいってことですよね。その通り。この待機行動中にどのコース取りをするかの駆け引きがあって、内側インコースを取るのをスロースタートって言うんだ。内側をキープするために助走距離が短くなるからスロースタートって言うぞ。じゃあその逆が外側の人わけですね。ラッシュスタートといってスタート方向とは逆にボートを引っ張り助走距離を十分にとって発進するスタートのことで、4コースから外のレーサーに多いぞ。なるほど。ここにも予想に必要なポイントがあるんですね。そうなんだ。もちろんコース取りの攻防の際に外枠の船が大きく回り込んで他の船の前につけてインコースを取ろうとする前付けという戦法もあるぞ。割り込みみたいなことですか？そうなんだ。通常は内側の1号艇から3号艇がスロー、外側の4号艇から6号艇がダッシュになることが多いんだ。ただ前付けなどの駆け引きによって枠順が変わったりするんだ。本当に知恵に出てきたかもしれない。液体テスト、液体テスト。いやーでも本当に奥が深い。そうなんだよ、本当に奥が深いんだよな。駆け引きがあるからスタート展示と実際のピットアウトで同じ枠順になるとも限らないんだよ。なるほどね。そしてここからはちょっと応用編で先舞、付け舞について説明するぞ。先舞と付け舞？なんでしょう先舞って。なんだと思う？先舞。舞が全く予想つかないんだよな、今までのワードから。先と後ってことは、今までの応用だと多分ポジショニングの話だと思うんですけど、ターン取りやすいポジションにつくこととか。おーってなんだなんだフクロウみたいな。先舞はだな、縦より先にターンマークを回ることだ。後続の船を引き波に入れてレースを有利に運ぶんだぞ。なるほど。じゃあ舞の舞って何なの？回ることを舞って言うらしいんだ。なるほど、ボートレース用語なんですね。インコースの選手が使うことが多いな。続いて付け舞だ。先舞が先に回るだったから。まくりの意思で外側のレーサーが自分より内側のレーサーを抑え込む戦法だ。なるほど。付け舞は内側の船にぴったりつけてターンのスピードやパワーで強引に押さえつけ外側から全速力でかわしていくんだ。なるほどな。豪快な走りが期待できるんですね。こういうの結構好きですね僕。それはあれだか、強引なのが好きってことか？そういうなんでそうやって誤解があるような言い方するんですか？パワフルなやつが好きってことですよ。パワフルなやつが好きってことな。焦るね。
ここまで教えたことをもとに実際に予想してみよう。はーい。それじゃあまずは出走表だ。なるほど。じゃあこちらを見て予想していくってことですね。そうだな。でもモーターナンバーはあれか、2連対比見ると3号艇の選手のモーターが良さそうな感じですけど、ランクで言うと5号艇6号艇の選手が強そうですよね。そうだな。これは予想難しいですね。かなり難しいな。だがモーターだけで見るとやはり3号艇の選手の差しなども期待できるよな。はい。うん。単勝だったら3号艇かな。まあ待て、周回展示も見ようじゃないか。お願いいたします。続いて周回展示だ。さて、やっぱ3号艇強そうな感じします。しかも3号艇の選手がかなり前に出てるな。スタート位置さて、3号艇の選手が2枠目に。そうなんだよな。5号艇の選手も普段の4号艇の選手のところにいるな。確かにポジションが違います。そう、ストーンマークだぞ先生。はい。なるほどな。なるほど。4号艇の選手もターン鋭いな。2号艇かな今のは。2号艇がいい。これが4号艇の選手。なんかみんなでもターン鋭いな。でも5号艇の選手と6号艇の選手がやはり A 級の選手だからな。そうですね。インコース攻めてますね。さあ、展示情報だ。これを踏まえて1、2、3位の3連単を予想してみよう。なるほど。これを見ると1号艇がやっぱ強いなって感じはしますね。インコースも有利だしな。しかし4号艇5号艇の選手もタイム悪くないし、意外と6にも期待はできるんじゃないかっていうそうだな数字を出しているんですよね。まあ僕単純だからね、もう単純に決めましょう。1、6、5の3連単でいきたいと思います。そうだな。パタチはモーターも結構重視するが、今回この展示的にはパタチは156だな。なるほど。なので2着と3着だけが違うな、先生とは。そうですね。オリバーくんだな。よし、じゃあレースを見ていこう。お願いいたします。さあ結果はどうなりますでしょうか。始まるぞ。私が156、オリバーくんが165だな。そうです。結局スタートはどういうスタートが始まるんだ。確かにポジショニングも大事ですしね。隣ではなさそうな気配は感じるが。いや緊張するな。なんかそうだよな。あれだけ展示でいろんなところから走ってるの見ると、どこから走るんだってなってしまうからな。何もかもが分からないけど、やっぱり自分が予想した通りになってほしいというこの気持ち。スタート位置に着いたみたいだな。そうですね。スタート位置は皆さん普通に展示の時と同じなのかな。なるほど。1コースから1、3、2、本当だ。5、6、4だな。4号艇大外から行くのでしょうか。スタートしたぞ。お願いします。さあここで1号艇が前に出るか。出てほしい。どうなる？すごい急カーブ。すごい。いや、抜けた。しかも1号艇の選手外にだいぶ行ってしまいましたね。出るな。これは次のカーブ厳しいのでは。いや、そんなことはない。まだ諦めていない。1号艇の選手はこれを乗って、さあここでインを攻められればここからわからないが、しかし外に伸びてしまう。すごい。これは
やーもうここまで来たら圧倒的だな、5号艇の選手が。確か5号艇と6号艇の選手が A ランクの選手でしたよね。そうなんだよ。まだやはり結果をね決めるのは早いんだが、この状態ではやはりまあすごい、やっぱり歴戦を超えてきただけあるなと感じるよな。そうですね、ベテランの技術力をまざまざと見せつけてますね。さあ最終最終回だな。ね。ボートの跳ね具合が見てて気持ちいい。生で見ると実際かなり速いからな、本当に。生で見るとどうなんですか、迫力が違うんですかね。生で見るともう迫力が違うし、音とかもすごいぞ本当に。あ、そっか、音生で聞いてみたいな。あ、じゃあゴールするぞ。そうですね。5号艇、1号艇、6号艇だ。なるほど、惜しい。そうだな、私もウリバー君もどっちも不正解ということだな。はーい。いやでも惜しかったぞ私たち。そのトップ3は外してませんもんね。そうだからボックス買いとかしてたらよかったのかもな。なるほどな。これが3連服、2連服とか3連服で最初は始めた方がいいというゆえんですね。そうだな。やっぱりインコースは有利だし、やっぱり歴戦を勝ち抜いてきた A 級の選手たちはすごかったな。すごかったですね。しかもやっぱ後続を寄せつけない感じがありましたもんね今回。これがやっぱ A ランクの歴戦の猛者。今日教えた内容は概要欄にあるリンクから確認できるから、しっかりとおさらいをするんだぞ。はい、皆さんもしっかり復習してください。僕もします。さあそろそろ4ゲームも終了の時間だ。オリバーくんどうだった？いや、いろんな要素が絡んできて奥が深いし、実際に自分で予想してみるとハラハラとドキドキしてすごく楽しくなってしまいますね。展示タイムや水面、各選手の特徴を考えながら予想するのは楽しいよな。はい、楽しかったです。それじゃあ今日のまとめはこれだ。はい。さあ次の講義では今回の展開予想に踏まえて船券の種類と買い方についてだ。それではさようなら。さようなら。